はい、どうもです。今回はですね、こちら、シャコガイっていう食材ですね。はい、ということで、まずは他映像からご覧ください。さて、今日は久しぶりの夜の海。で、今回からライトとカメラ変えたんでめちゃめちゃ画質良くなってます。1年前の夜の映像と比べるとびっくりすると思います。さて、マサル視点です。こちらは長ブダイですね。で、この長ブダイがついたまま次を狙っていきます。背後から近寄ってヒット。2匹目の魚がアイゴ。僕は臭い臭い言ってるんですけど、島では結構人気の食材で普通にね売れるんですよ。言っても50円とかにしかなんないんですけどね。こんな感じで夜の魚寝てるんでつきやすいんですね。さて、どんどん狙っていきましょう。ヒット。キルショットですね。こんな感じで脳に直接森が当たるとつくと同時に締まるんですよ。これが一番鮮度よく取れる漁法ですね。さて、こちらが一文字ブダイ。少し匂いがあるブダイなんでちょっと値段は安いです。そしてようやく本命のシャコガイを発見しました。一息で取りたいところ、果たして取れるのか。シャコガイは強力な粘膜で岩にへばりついています。一筋縄では取れません。どうやら腕力では無理そうです。ナイフで接続部分を切っていきます。そのままだとナイフが入らないので持ち上げて、そっから切りに行きます。お、動きそうですね。取れました。さて、立派なシャコガイが取れたところで陸に戻って調理していきましょう。はい、ということでですね、今日はシャコガイをやっていくんですけども、最初に言っておきます。シャコガイのなんていう種類なんかもうわかんないです。もう本当にね、なんかね、全然見分けがつかなくて、何の種類かわかんないんで、知ってる人いたらね、固定するんで教えてください。はい、ということでですね、今日はね、名も知らぬ貝を解体していこうかなと思います。貝と解体はかけてないから、ダジャレ言ったみたいになったけども、ということでですね、早速観察していきましょう。はい、こちらがシャコガイですね。大体ね、これで 2.5 キロぐらいです。挟まれたら死ぬとかね、よく言われてるんですけども、挟まれても死にません。挟まれて死ぬのは100キロとかなるような大シャコガイっていう種類がいて、その大シャコガイとかに挟まれると足抜けんくなって溺れるよなって感じで、普通のシャコガイじゃ絶対に死にません。あれ嘘です。はい。ちなみにですね、島にその大シャコガイっていう種類はいないんですよ。で、こちらの貝の特徴的なところといえばですね、裏側にね、穴が開いてるんですよ。これ身です。ほら、動くでしょ。で、なんでここに穴が開いてるかっていうと、他の貝と違ってシャコガイって移動しないんで、ここからですね、足みたいなものが出てて、それで岩にへばりついてるんですね。で、それをね、ナイフで切って取ったんで、ここは切断面になってます。で、シャコガイの特徴、なんと言っても、ここですよね。可愛いですよね、ここ。外頭膜って言うんですけど、でこの外頭膜っていうのが面白くて、なんか変な色してるんですけど、ここにですね、褐虫藻って呼ばれる植物プランクトンを飼ってるっていうのかな、共生してるんですけど、いつもシャコガイってもうちょっと開いてて、太陽の光を集められるようにね、してるんですよ。で、そうするとですね、外頭膜にいる褐虫藻で、エネルギーとかいろんな物質が作られるんですね。で、それをシャコガイが受け取って生活してるんですよ。あとはですね、もうこれ閉じちゃってるんでわかんないんですけど、水管っていうのがあって、そこからね、動物プランクトンとかも食べてるんですけども、共生した植物プランクトンから栄養を摂取してるんですよ。面白いですよね。サンゴとかタコクラゲとかも同じようにね、褐虫藻からエネルギーをもらって生きてたりします。最初の話に戻るんですけども、その共生してる褐虫藻の種類によってこの外頭膜の色が変わってくるんですよ。なんで外頭膜の色で種類を判別できなくて、もう俺はどうやって判別したらいいかがわからんという、そういう話なんですね。多分殻の形とかで見分けるんだと思う。はい、という感じのね、ちょっと面白い生物になってるんですけども、もう待ちきれないんでね、早速調理していきましょうか。で、これどうやって包丁入れるんだって感じだと思うんですけど、この裏側のこの隙間から入れられます。ここから入れて貝柱を切って外していきます。さて、切っていきましょうか。あんまりね、シャコガイっていうものを僕はさばいたことがないんで、正直よくわかんないです、さばき方は。とりあえず貝柱を切ればいいっていうところまでは聞いてます。どこあるんやろうな、貝柱。多分切れたわ。簡単じゃん。おそらく切れました。あとは開くんじゃないか。危ね。挟まれるとこあった。もう挟まれたらしっかり痛いからな。結構しっかりくっついてるもんですね。やっと貝柱の位置分かったわ。ここら辺にある。これで開くんじゃないか。切れましたね。よいしょ。
よいしょ。硬い。結構しっかりくっついてるんですね。びっくりです。ここほら貝柱がありますね。ここですよ。ここか。やっとだ。よいしょ。あとは手で外せるんじゃないかな。結構ね、この外頭膜とかもしっかりくっついてて外しづらいですね。これは大変だ。もうちょいだ。なんかね、包丁でやってもいいんですけど、包丁でやるとね、これ殻と包丁が触れ合ってすごいね、不愉快な音が鳴るんで、なるべく手でいこうと思ってます。包丁の方が多分早いです。 OK です。いやー、にしてもぶどまりが悪いですね。 2.5 キロの実から取れたのどうだろう、300、400グラムぐらい。本当にちっちゃい。じゃあ綺麗になったところでですね、分解していきますか。で、まず刺身として食べれるのはここです。この外頭膜っていうこの黒いビラビラの部分ですね。ここが外頭膜と呼ばれる部分ですね。結構ヌルヌルで、この部分が貝柱ですね。よくホタテとかで食べられてる部分ですね。これは貝柱。美味しそうですね。結構なんかイカのゲソみたい。あと食べれるのが、肝はね食べれるらしいんですけど、肝はどこなんでしょうね。この黒いところはなんかやばそうですね。何なんでしょう、この黒い場所。うわー、ぐちゃぐちゃになった。ちょっと洗います。このね、もじゃもじゃの部分が、これ岩に張り付いてた部分です。すっごい繊維質で硬いですね。で、肝はどこなんだ？多分これだと思う。これは何なんだろう。ここも貝柱なのかな。わかんないな。うわー、なんだこれ。紫色だ。何かわかりません。で、おそらくね、これが肝なんですよ。で、これを肝醤油にして刺身につけて食べると美味しいって聞いたんで、今日はこれをね、肝醤油として溶いていこうかなと思ってます。はい、それでは食材が出揃いました。で、今日はですね、外頭膜をバター焼き、そしてあとはお刺身でね、食べてみようかなと思います。ということで、早速作っていきますか。はい、それではですね、身の方ぬめりがあるんで、軽く塩もみしていきます。あんまりね、長時間あると塩味入っちゃうんで軽くです。はい、いいでしょう。じゃあ洗い流していきます。はい、それではですね、こちら外頭膜の方をバター焼きにしていきます。この辺なんかちょっと美味しくなさそうな部分がついてるので、この辺切って、ここも切って、刺身用にこんぐらい取っといて、あとはぶつ切りですね。すごい見た目だよね、これ。ナマコとかに見えるんだけど。で、これを食べやすいようにちょっと薄めに切りましょう。結構硬そうなんでね。硬そうだな。シャコガイとかもさ、沖縄の公設市場とかで買うと高いですよね。今日の1匹だけで多分4000円とかするんじゃないかな。俺らが売っても600円ぐらいしかなんないんだけどね。じゃあ夜光貝切り終わった。じゃあシャコガイ切り終わったんで、バター切っていきましょうか。今日そんな量多くないんで、バターも少なめでいいでしょう。こんなもんかな。オッケー。セット。じゃあバター置いていきましょうか。よいしょ。じゃあ夜光貝を入れていきます。夜光貝じゃない、もう何回も夜光貝って言っちゃう。で、ちょっと料理酒で、あんまり火入れすぎちゃうと硬くなっちゃうんで、もうここで醤油を入れて、胡椒をちょっとかけて、でもう完成です。うわ、美味しそう。結構縮まるんだね。はい、それでは2品目、お刺身作っていきましょう。この黒いところはおそらく、可食部ではないと思うんで、黒いところ外していきます。普通魚って貝柱にこんな黒い部分ないのに面白いですね。ちょっと筋っぽい感じしますね。切っててどんな味がするのかわかんないですけど、多分美味しくないです、この黒い部分は。 OK。 はい、そしたらですね、これはこんな感じでなるべく薄く切っていこうと思います。結構美味しそうですね、これ。なんだかんだめっちゃ美味しそうじゃん。で、こちらの外頭膜も切っていきましょう。これもね、相当薄く切んないと硬いはず。いや、めっちゃ硬そう、切ってる感じ。さっきまで生きてたからちょっと動くんだよな。うわー、硬いわこれ。さて、盛り付けていくんですけども、実はシャコガイって殻がね、皿になるんで、これに盛り付けていきます。とりあえず大根のつま、
で、これ本当に皿に使うのとかね、思った人いると思うんですけど、これ本当に皿に使われたりします。この裏側の苔とか、いろんなものがついてるんで、ここをきれいにして、ちょっと白くしてからね、皿にするんですけど。でも南国感があっていいですよね。こうして、あれね、滑る。めっちゃ滑る。びっくりするぐらい滑る。ここら辺置いときますか。こんなもんかな。ちょっと付け加えて。で、街灯幕はこの辺に置いときましょうかね。マジで生コスみたい。うん。いいかな。で、なんか色味がちょっとしょぼいんで、ここら辺に乗せますか。レモンでも。で、あとところどころトサカノリでも散りばめて。いい感じじゃないでしょうか。お刺身完成ですと言いたいところですが、あと肝醤油ですね。はい、最後ね、肝醤油ということでやっていきますか。美味しいかどうかわかんないです。友達が美味しいって言ってたんで、それを真に受けて、おー、でも意外と美味しそう。見て、フォアグラみたい。意外とうまいのでは。すごいね、貝の肝なのにさ、こんなにトゥルットゥルやん。すごい。うわ、すげえわ。これは本当にうまいかも。これをこうやって叩き潰して、この黒いとこまずそうだな。いいね。肝を皿によそって、で、醤油です。うまいんかなこれは。気になるね。完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。シャコ貝な、どうなろう。うまいんかな。刺身で食べるのは初めて。いただきます。まずは貝柱を肝醤油につけて、なるほど。なんだろうな。そんなにみんな魚の肝醤油とかを食べたことないと思うんで、例えたところでわかんないかもしれないんですけど、カワハギの肝をお醤油に溶いたやつみたいなのを想像したんですけど、なんかそんな感じとは全然違くて、ちょっと磯っぽい香りのする生牡蠣をつけて食べてるような感じでした。これがうまいんかまずいんかって言われたら、別にどうやろうなって感じ。俺は別に美味しいとは思わなかったね。美味しいって感じる人もいるかも。無味で貝柱いきます。貝柱自体はね、全然美味しいですね。すごい美味しい、食感もいいんですけど、やっぱちょっとなんだろうな、磯っぽい、海藻っぽいようなね、香りがしますね。ちょっと癖のある感じ。俺は結構癖のある感じ好きなんで、うまいなと思いました。じゃあこの街灯膜もいただいてみようかね。黒いところ。これどうなんやろ。貝柱は普通に上品な味なんですけど、どうでしょう。なんだこれ。うわー、なんだこれ。うわー、初めて食う味やな、これは。もうこれは、シャコ貝の街灯膜味っていうしかないな。意味のわかんない食感してますね。ナマコよりちょっと硬いような、そんな食感。で、やっぱり磯臭いね。で、そんな硬くない。これはね、マジで好みの分かれる味だと思う。なんかホヤとか平気で食える人はうまって言うと思うし、そういうの無理な人はもう絶対無理な味だと思う。めちゃめちゃ磯臭い。磯臭いっていうのが海水味みたいな感じ。貝柱やな、やっぱ。貝柱美味しい。さて、次はバター醤油焼き。こちらもいただいてみましょう。いただきます。硬っ。焼くとね、全然臭みなくなるんですね。美味しいわ、普通に。食感はめっちゃ硬い。歯応えいいとかじゃない。硬い。ちょっと辛辣なコメントしか言ってないですけど。美味しいんだけどね。はい、それではごちそうさまでした。いやー、シャコ貝ね、これはなかなか癖のある食材ですね。多分、こういうパターンの食材は5回、6回ぐらい食べてると、逆にこの味が欲しくなってくるような、なんかそんな味ですね。ファーストインプレッションが強すぎるわ。サバイバルの時に食べたのもそうですけど、やっぱ刺身よりも火入れた方がうまい食材だなと思いました。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。